ボンジュール。パリプロムナードチャンネルをご視聴くださいましてどうもありがとうございます。今日はブリュッセルに暮らす友人ヌプールさんの家を訪ねたいと思います。彼女の住まいは邸宅美術館、アール・ヌーボーの父と言われているビクトール・オルタが30代の時に設計した住まいにヌプールさんは暮らしています。ブリュッセルはパリから日帰りが可能です。彼女の家を訪ねた後はその界隈のとっておきのお店を訪ねたり街歩きをしたいと思います。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。パリ北駅、ブリュッセルへの列車はこの駅から出発します。私は7時55分の列車に乗ります。ブリュッセルまではおよそ1時間半。高速国際列車はこの駅を出発するともう次の駅がブリュッセルなんです。車内はほぼ満席。朝の列車ですからここで朝食をという人もいます。私もその一人。駅の売店でコーヒーを買いましたが、クロワッサンは昨夜のうちにもう皆さんもおなじみのポアラーヌで買い求めておいたものです。列車が出発しました。私の隣にはこの列車の終着駅ケルンまで旅をするという女性が乗っていました。パリを出ると間もなく車窓の眺めは田園風景になります。こちらがブリュッセル南駅、大きなターミナル駅です。ビクトール・オルタはブリュッセルが誇る歴史上の人物の一人ということで、オルタの名前をそこここで見かけます。前回こちらの出口から出てタクシーでヌプールさんの家まで行きましたが、今日は少し時間があるのとお天気も良いので別の出口を出て散歩がてらのんびりと歩きたいと思います。Google マップを見ると駅から彼女の家までは25分と出ています。6月のヨーロッパは本当に気持ちの良い季節です。今年は雨が多いのと肌寒い日が続いているんですが、街路樹はご覧の通り生き生きしています。大通りから小道の方に入って行きます。そうそう、ブリュッセルにはこんな風にウォールペインティングの力作がたくさんあるんですよね。この界隈にはアンティークショップも多いです。そしてこちらはマルシェが開催されている広場なんです。以前このチャンネルでこちらの飲みの市の様子をご紹介していますので、どうぞご興味のある方はそちらもご覧ください。なんだかとっても生活感のあるダイナミックな
のみの市。このチャンネルではいろいろなのみの市やアンティークマーケットをご紹介してきましたが、なかなかこちらはユニークだなと思います。今日の一番の目的はヌプールさんの家を訪ねることですので、ちょっと先に行きましょう。私は駅から歩いてここから広場に入ってきたんですが、この広場を斜めに横切ってこちらの方から先に進みたいと思います。そもそも私がヌプールさんと知り合ったのは日本の雑誌の取材がきっかけです。彼女の家を2年前に訪れて記事を書かせていただきました。それがご縁で彼女がパリに来る時には一緒にお茶を飲んでおしゃべりをしたりしています。ヌプールさんはインド人女性、ラジャスタンで11世紀からの歴史を持つファミリーに生まれました。16歳の時にアメリカに渡り、ニューヨークで学び、パリでジュエリーデザイナーとして活躍をしてきたというキャリアがあります。ハイブランドのプロジェクトなどではヨーロッパとインドをつなぐ役割をしたり、フランスのサルコジ政権の時にはインドへの訪問代表団の一人に選ばれているなど、いわば文化大使と言える女性なんです。さて、ヌプールさんが暮らすサブロンと言われる地区に入ってきました。おしゃれなお店やベルギーならではのチョコレートショップなどもあります。この通りの名前をルボー通りと言いますが、この一角に彼女の家があります。こちらの家です。ヌプールさんが出迎えてくれました。ここからはハウスツアーのスタート。この家はビクトール・オルタの親友であった弁護士のモーリス・フリゾンの邸宅として建てられました。130年の歴史の間には持ち主が何度も変わり、2度の世界大戦にも見舞われました。ヌプールさんがこの家を見つけた時には、創建時の様子からはだいぶ変わってしまっていて、眠りの森の美女というような状態だったそうですが、彼女の情熱でここまで美しくこの邸宅がよみがえりました。そしてヌプールさんはフリゾン・オルタ財団を立ち上げ、この家を個人の邸宅としてばかりではなく、文化活動の拠点として多くの人たちと分かち合うことを考えました。Bienvenue dans la Jardin Hiver. C'est une lieu splendide, complètement restaurée. Il y a un acoustique fabuleux. On fait beaucoup de musique de chambre dans cet espace. Vous regardez aussi la lumière, comment on est baigné par la lumière depuis matin et soir, et ça change chaque jour.
この日私はたまたまヌプールさんの友人の一人、ピアニストのイリナさんと一緒に家を訪れたんですが、イリナさんはこちらのサロンにあるピアノを見ると、調律ができてるのと尋ねつつ、そのピアノを弾き始めました。なんという夢のような時間でしょう。Bonjour et bienvenue dans la Fondation Prison Horta. C'est une maison-musée de Victor Horta construite en 1894. Et j'ai acheté cette maison il y a plus de 7 ans. C'est mon deuxième bébé après ma fille de 10 ans. Et je suis ravie de partager ce beau bébé avec vous tous. Et un travail monumental de restauration, préservation et de partage qui crée les liens, la pont culturel entre l'Inde et l'Europe et aussi de l'Asie, dans les savoir-faire, dans les arts décoratifs. Il y a plein de choses pour vous rencontrer, les restaurations, les décapages des murs, les restaurations de plus que 300 meubles. Donc, je suis ravie de vous tous accueillir bientôt chez moi. そうなんです。この邸宅は予約制で一般に公開されています。また文化活動の場としても活用されていますので、概要欄のリンクからぜひ財団のサイトにアクセスしてみてください。Monumental fait pendant Covid, c'est vraiment comme vous nettoyez un château avec brosse aux dents. Donc c'est un travail titanesque.qui prit énormément de patience. この壁、10層以上にも塗り重ねられていたんですって。それを彼女自身が丁寧に剥がしていって、このフレスコ画が蘇ったんです。Il y a une petite explication de cette poignée de porte, parce que Maurice Frison, il est avocat, il a beaucoup de dossiers à la main. On fait un petit geste et la porte ouvre. Donc c'est vraiment génial. Il y a une chose fonctionnelle et en même temps esthétique. Donc c'est le génie de Horta. 確かにこの扉の取っ手の作り、なかなか素晴らしい。ところでアール・ヌーボーはアジア、特に日本の美術の影響を受けていたとよく言われますが、ヌプールさんによればむしろインドの影響が色濃いと言います。これはラジャスタンの建築の写真集なんですが、確かにこれを見るとこちらの家の装飾と共通するものが多いことがわかります。Oui, et ça c'est toutes les couleurs de Horta parce qu'il a vu tout ça dans les expositions universelles. Et la première Universal Exposition, c'était à Londres, à Crystal Palace, 1851. Et qu'est-ce qu'on voit? Loot of India. Le mot loot, c'est un mot hindi. Pyjama, c'est un mot hindi. Veranda, c'est un mot hindi. 彼女はこの邸宅に象徴されるアール・ヌーボーと祖国インドとの深いつながりに確信を持っています。彼
彼女自身ジュエリーのデザイナーとして活躍してきましたが、ここには彼女の作品もありました。この家の半地下の倉庫には創建時の家具がごっそりと残っていたんですって。しかも打ち捨てられていたようなものだったのをヌプールさんは専門家の手に託して修復を進めています。例えばこちらの椅子はアール・ヌーボーのフランスのナンシー派を代表するマージョレルがデザインしたもので、この家のために作られたものだそうです。まずは家中をお掃除するだけでも1年がかり、トラック7台分のゴミが出たそうです。そして自分自身で壁を剥がしてこのような状態にして家具の修復を進めているというところです。ここで写真展やコンサート、素敵だと思いませんか？先ほどからおそらく気づかれていることでしょう。この家には日本の屏風絵がたくさんあります。これらはヌプールさん自身の美意識と趣味で整えたもの。アール・ヌーボーの邸宅に狩野派の絵画。日本人である私にとってはなんだかとても嬉しいマリアージュです。ヌプールさんは最近ではアメリカの大学や国際機関に招かれて自身のこの経験とパッションを多くの人々に伝える、そういうこともしているようです。まさにヨーロッパとインド、西と東の架け橋になる使命を持った女性なのだと思います。さて、ヌプールさんが暮らすサブロン地区というのはブリュッセルの中でも特に人気の界隈だと聞きます。ご近所を彼女に案内していただきましょう。Il y a des magasins de maisons de Dondois, les biscuits. La fameuse spéculoos, c'est bien ici. Et vous voyez les petits boutiques. こちらのお店では量り売りでも好みのクッキーを買うことができるようです。Qui ça existe depuis 1829. Donc c'est charmant, hein, ces petits bouts avec les... その向かいにはなんだかとっても魅力的なおしゃれなヴィンテージショップがありますね。Et après, il y a encore des petits boutiques, des galeries de l'art. Il y a plein de petits trucs. Donc, il faut vraiment balader dans Sablon. そしてランチは彼女の行きつけのイタリアンレストラン。私が選んだのはエビとブロッコリーのパスタ。そして彼女はここではお魚料理を食べることが多いんだそうです。このピリ辛ソースもヌプールさんはお好きみたいですね。お隣にはこんな魅力的な店もあったんですが、まずは食後の散歩と
行きましょう。トラムが通る通りの突き当たりに見えている大きなモニュメントは裁判所。フリゾンにとってはここが仕事場だったわけで、全く徒歩圏にありましたね。フッティサブロンと言われているところ、緑が多くてとっても気持ちがいいです。そのすぐ前には見事な教会があります。せっかくですから中を見せていただきましょう。見事なゴシック建築。ステンドグラスの色がとても鮮やかで明るくて素敵です。この辺りはそぞろ歩きが本当に気持ちがいいところです。こちらのパティスリーヴィタメール、ブリュッセルでもとても人気のお店のようです。ヌプールさんが邸宅でレセプションを催したりするときはここからケータリングをするそうです。スイーツも本当に美しく作られていますね。ベルギー名物のワッフルもありましたが、私はこのケーキを選びました。以前はこのお店にサロンドテがあったんですけれども、今はクローズしてちょっと残念。けれどもこうしてテラス席でスイーツとお茶を楽しむことができます。このケーキ、柑橘類がふんだんに使われていてとっても爽やかでした。サブロン界隈には素敵なアンティークのお店がたくさんあります。街中がアンティークショップと思ってしまうほど趣があります。そしてこちらもヌプールさんおすすめの店、ショコラティエです。サブロン界隈には例えばピエール・マルコリーニなどパリでも見かけることのあるお店もあるんですけれども、私このチョコレート屋さんは初めてです。とっても種類も豊富で、一つ一つ選んで詰めてもらうこともできるようでしたので、日帰り旅行のささやかなお土産をこうして作ってもらいました。坂を少しずつ降りて駅の方までゆっくりと歩いてみたいと思います。朝の時間帯は扉を閉めていたお店も全部開いているので、さらに街歩きが楽しいです。いろいろな発見があるものですが、その場所にゆかりのある人物のプレートはこのように地面に置かれているんですね。
パリだと建物の壁に貼られていたりするんですけれども、ところ違えば習慣も変わってくるようです。丘の上の方のアンティークショップはどちらかというとブルジョワ趣味だったような気がしますが、ちょっと気の利いた雑貨のお店があったり、本当にさまざまなタイプのアンティークが楽しめます。そうかと思うと、こんな立派な建物の扉が開いていたりして、なんだか本当に発見が多いです。ベルギーといえばビールの国でもありますから、昼間からビールというのは日常のことかもしれませんね。ヨーロッパの夏は本当に日が長いので、これから列車に乗ってパリに戻ってもまだ明るいうちに到着できると思います。私にとってはとっても充実した一日でしたけれども、この動画を通してそれをお伝えできているでしょうか。皆さんも一緒に楽しんでいただけていたら嬉しいです。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。この動画が気に入ってくださったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。お寄せいただくコメントもとても励みになっています。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。